えるね。キラッセがそこら辺か。キラッセまだ全然奥。です。はい、丸い建物ドーム型におります。こちらから出ていただくとモデルが4棟立っておりますので、自由に見学してください。はい、ありがとうございます。広っ。お邪魔します。すごいすごい。あ、本当になってる。あ、本当だ。洗い場さ、このぐらい広かったらいいな。めっちゃ広いね。小狭すぎるから。おしゃめっちゃクリエイティブ。めちゃくちゃ01生み出してそう。車好きな人かな。でもスノボも行くんかな。すごいゴーアウトがいっぱい。お邪魔します。おお、小学校か中学校で行った林間学校を思い出すような。ちょっとレトロさがある。うん。実際につけられそうだね。前田生えがある。へえ。うわ、すごい。ジブリ感あるな、これ。木の匂いする。キッチンまた全然違う。ほんと。めっちゃ引き出しある。ね。オリジのキッチンだったら。これ切って。炒めて。炒めて。盛り合わせて。なんかすごい映えですね。映えですね。ピアノある。あ、ベッド2個ある。すごっ。マスターベッドルーム的な。何それ。え？軽井沢とか奈良のみたいじゃない。わあ。部屋いっぱいある。もう1個あるじゃん。好きなタイプだ。かわいい。窓が広い。縁側みたいな。ね。ちょっと昔ながらな玄関。うん。子供？なんか走りたくなる。床も柔らかいもんね。木でね。本があるよ。あ、金子みすず。みんな
っていい、ー違うみんな違ってみんないい。私と小鳥と鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。こういうのとか益子にありそう、こういうの。何にも覚えてないや。ゆいのチェリーとか練習したんだよ。あ、三国志読む人だ。司馬遼太郎読む人だ。パイプを吸いながら小説を読む人だ。引き出しの中とかも入ってます。おばあさんでもジェンス好きだって言ったじゃないですか。番組が。あ、いいです。楽しそう。聞いてみます。ありがとうございます。ありがとうございました。左口でしょ。うん。全然当たらんやん。一人三振やん。おお。でもなんかあっち厚みない？あ、一緒だ。パンケーキ。美味しそう。バターが。そうだよ。おまけじゃないんだよ。おかわりは。1本ずつにする。紀ノ国屋書店で買った本4冊をご紹介します。まず1冊目がジェーン・スーさんの「へこたれてなんかいられない」。そもそも私がジェーン・スーさんを知ったのが「生きるとか死ぬとか父親とか」っていうドラマがあって、その原作がこのジェーン・スーさんのエッセイなんですけど、そのドラマが良くて見終わった後にこちらの原作も購入して、
私がおばさんになったよという本も読んだりして、ジェーン・スーさんが MC をされている TBS ラジオの、生活は踊るというラジオも聞くようになって、あとはポッドキャスト番組のオーバーザさんっていうのも聞いてるんですけど、普段からジェーン・スーさんのことは好きで、なんで私がジェーン・スーさんに惹かれているかっていうことを考えてみたんですけど、そのよく聞いている生活は踊るっていうラジオのコーナーに相談は踊るっていうコーナーがあるんですけど、そこでスーさんがリスナーのお悩みに対してすごく的確なアドバイスをされている印象で、なんかご自身のことをすごくおばさんって言ってるんですけど、若者の悩みに対してもすごく広い視野を持ってアドバイスされているし、いろんな方面に気を配りながらもこうズバッとアドバイスされている様子とかを聞いていたりすると、とても信頼できる方だなっていう印象があって、あとは人生の先輩としてもとても勉強になることが多いので、ジェーン・スーさんの書く文章が信頼できるというか、自分の中で腑に落ちることが多くて、今回のこの新刊はご自身のポッドキャストでも自信作ができたんだとおっしゃっていたので購入しました。続いて高橋久美子さんのいい音がする文章。これは紀ノ国屋書店でもうこのタイトルを見て気になって手に取ったものなんですけど、帯はスピッツの正宗さんとかが書いていたりして、いい音がする文章ってなんだって思ったんですけど、最初の方を立ち読みしてて、本当に序盤のところで、文面からは表情が見えないのかと言われたらそういうわけではありません。私はいい文章からいい音がすると思っています。自分が書いていてもよっしゃと思う文はリズムがいい。引きつけられる文章はどれもいい音がしているのですで書かれてるんですけど、この感覚すごく私も感じるって思って、でこの目次を見てみた時に、本を音で読む人とか、いい音がする文章こそが時代を超えるとか、国語は音読から始まる、文を書くは音を作ると同じだったとか、ちょっと気になる項目がたくさんあって、結構この全体的に紙の色が変わったり文字の色が変わったり、あと紙質もちょっとツルツルの部分があったりとか、製本もこだわっていらっしゃるのかなと思ったりして、とにかくこのいい音がする文章っていうことに対してどういう風に書かれているのか気になったので購入しました。続いて3冊目が萌え柄さんの開けないで夜っていうエッセイなんですけど、これはブルータス .jp と JWEB ビフォーダウン夜リアタイムで連載されてたものをまとめて書籍化したものだと思うんですけど、私萌え柄さんの本は読んだことなくて、僕たちはみんな大人になれなかったっていう小説でデビューされてる、これ結構有名かなと思うんですけど、気になってはいたけどタイミングが合わなくて読む機会がなかったっていう方なんですけど、いつも表紙のデザインに惹かれて何でも買うことが多いんで、これも表紙が気になって手に取ったんですけど、萌え柄さんは男性で50代の方なんですよね。で、私は日頃エッセイとかを買うときになんか気づいたら女性の同世代の方のを手に取ってることが多くて、男性とかまたはちょっと年が自分より離れている方とかの文章も読んでみたいなと思ったので、今回ちょっとこの萌え柄さんの開けないで夜を購入してみました。4冊目、ロイヤルホストで夜まで語りたい。これは17人の豪華エッセイアンソロジーっていうことなんですけど、これ発売された時に絶対買おうって思ってて、タイミングで今回買えたっていう感じなんですけど、帯に書いてあるロイヤルホストで味わえる美味しい特別な時間、浅井亮さん、平野咲子さん、柚木麻子さんほか豪華執筆陣17名によるロイヤルホスト愛でいっぱいのエッセイアンソロジーっていうことで、後ろにも青木さやかさんとか宇垣さんも
能町みね子さんとか宮島美奈さんもいる、いろんな方が多分ロイヤルホストをテーマにエッセイを書かれてると思うんですけど、私はロイヤルホストがめっちゃ好きで、友人とモーニング食べに行ったりとか、ご飯食べた後にホットファッチサンデーっていうパフェだけ食べに行ったりとか、とりあえずファミレスの中ではロイヤルホストが一番好きなんですけど、なのでこれはもう出た時に買おうって決めてて、しかも特別定談で藤井隆さんとハリセンボンのお二人がお話しされてるみたいで、写真も載ってる、楽しみです。かわいい。このもうロイヤルホストといえばっていうオレンジと紙ナプキンみたいなデザイン、かわいい。楽しみです。